双極性障害で働くヒントが見つかる双極働くラボ編集長の松浦です。私は双極性障害2型の当事者であり、仕事は双極性障害に関するウェブメディアの編集長とメンタル疾患を抱えた方の復職支援をしています。このチャンネルは働くことに悩む双極性障害の方々のヒントとなるような情報をお届けしていきます。ということでですね、双極働くラボの、チャンネル改めて、やっていきたいと思いますが、今回はですね自己紹介をちょっとさせていただけたらなと思うんですけども、双極性障害と働くに関する参考になる情報をお届けしたいというところもありますので、私が過去働いてきた中で病気と双極性障害と病気の関わりみたいなところから何か私のことをお伝えしつつですね、あとそもそも双極働くラボって何っていう方に対しても説明できるような内容をお伝えできればと思います。ちょっとですね、長めの内容になるかなと思いますけども、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。スライドを使ってですねお届けしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、では早速ですね、やっていきたいと思います。これが目次ですね。ざっとですねこういった構成でやっていきたいと思います。で、改めてですね自己紹介になります。私松浦秀俊と言います。この動画を撮っている現時点ですよね、38歳となっておりまして、生まれがですね島根県、出雲大社の近くで、生まれまして、小学校中学校まで過ごして、愛知県にちょっと引っ越して、でその後千葉に行って愛知に行って東京に行ってて、結構転々としてますね。で、愛知に引っ越した時はですね、親の仕事の都合でっていうところになるんですけども、双極性障害と関わるところでお伝えすると、父親がですね、島根に行った時に事業をしていたんですけども、その、会社を倒産して、でそれで、結構夜逃げ的な感じで愛知に出ていったっていうところがあってですね、父親は結構その事業をしたり、サイドビジネス的なものをいろいろしたりとかですね、結構いろんなことをチャレンジして、難しくてやめてみたいなのを繰り返していた様子であったりとか、あと母親も、私から見てもそうだったんですけど、母親も、私が大人になってから聞く話だと、結構父親の気分の起伏が昔から激しかったなみたいな話もあって、これは可能性ですけど、もしかしたら父親も同じ病気なのかもしれないなっていうのは、私が診断を受けてしばらく経ってから思ったっていうところですかね。で、学校はですね、今福祉の業界で働いてますけども、全然大学は違う理系の大学を出ていて、化学の専攻をしていました。で、社会人になってですね、ウェブ系の仕事を転々として、今は支援員として働いております。で、妻と息子の3人暮らしですね。息子は今5歳になりまして、こういうイラストのような感じですね、3人で、暮らしております。で、双極性障害とはということで、改めてになります。今までずっとね、双極性障害っていうワードをこの動画の中でも出してきてるんですけども、そもそも何かっていうところでいくと、ちなみにですね、ここのさっきの挿絵もそうですけども、私のエピソードを番組にした、内容をですね、働くラボのウェブメディアの方に載っているんですけども、そこから絵を転載しています。私の話をするにはちょうどいいというか、私のエピソードが漫画になっているので、ちょっとその挿絵を使って説明の補足にしていっています。で、このヒートアップしているような状態、軽装状態と、うつの状態っていうのを、繰り返す病気と言われてまして、昔の名前だと、躁うつ病というふうに言われてますね。でこれ誰にでもですね、気分の浮き沈みっていうのはあるんですけども、その浮き沈みの範囲を超えて、一時的なものではなくて長期間にわたって落ち込んだり上がったりする症状が現れる病気だと、簡単に言えばそういうような病気になります。で、うつ病との違いでいくとですね、簡単な違いで言えば、うつ病は落ち込むっていう片方に対して、
双極性障害っていうのは軽層って気分が上がりすぎてしまうっていう上の状態ですね。なので下の打つだけのことを単極で、上にも上がってしまうっていうのを双極って2つの極ですね。下に落ちる極、上に上がる極、両極を行き来するっていうことで、双極性障害と言われているところもあります。で、うつ病はどちらかというとそのうつっていう状態をどう治すかっていうところに、治療上着眼されるんですけども、双極性障害はやっぱりその病巣を予防するっていうところですかね。病気としては、なかなか長い一生付き合っていかないといけない病気とも言われていますので、できるだけその症状を未然に防ぐというか予防していくっていうような視点で、治療される病気になります。で、私のですね双極性障害と働くっていう切り口で、自分の歴史をちょっとですね3期に分けてお伝えしたいなと思ってまして、大きく分けると1期が21歳から28歳までで、2つ目が29歳から34歳で、3つ目が35歳以降ということですね。で今このスライドに出ている図なんですけど、これ手書きで私は書いてるんですが、各年ごとにですね自分のうつになった、出来事、そうになった出来事っていうのを、振り返っていって、それをグラフ化したものになります。なので、これを見るだけでも結構自分でもジェットコースターな人生を生きてきたなというふうには、思ったりしますけども、これをちょっとですね、これをさすがに全てをお伝えしたら時間が途方もないことになってしまうので、ちょっと働くっていう切り口でお伝えできたらなと思ってます。で1期目ですね、溺れるっていうような副題をつけてるんですけども、やりたいことに突っ込んで、潰れるっていうのを繰り返してきました。これは大学の時ですね。働くのちょっと手前のお話になりますけども、そうとうつっていうのをちょっと対比で振り返っていくとですね、大学4年の時、あの時そう軽装だったんじゃないかなって思うところでいくと、その地元のですね NPO がやっているあるイベントに、お手伝いするっていう話になって、それが結構夜中まで渡る、お手伝いでも私はですね結構大学の時にその NPO に関わるっていうのが新鮮で楽しんで関わっていてですね、結構夜通しやっていても楽しくて、でその一緒にやってた仲間と一緒になんですかね、その友達の家に泊まって結構夜通し喋ったりして、そのまま寝ないでですね地元に自分の家に帰ってきて、そこからまた学校行ったりとかアルバイトしたりとかっていうのが結構あってですね、今思うとそうっぽかったなって思うんですね。全然疲れを感じなかったというか、すごい楽しくて仕方ないみたいな。大学時代ってどちらかというとあんまり真面目な学生ではなかったので、全然授業とか楽しくなかったんですけど、その NPO に関わった時にこういう楽しい世界もあるんだなって思って、すごい楽しいみたいなのがあった時期がありました。で一方ですね、うつっぽかった時期で時でいけば、その会社、地元のある本当に小さい会社に内定をもらったんですけど、その当時からですね、自分の中で、親が起業してたっていうのもあって、何か分かんないですけど25歳までに起業したい、独立したいっていうのがすごい強くて、なので会社入る時もそのいつか起業しますみたいなアピールをして、内定もらった会社だったりするんですけど、自分の中で内定会社に入っちゃう自分と、でも実際は起業したいって言ってる自分と、そこのギャップですごい苦しくなって、なんで起業したいと思ってるのに会社入るんだろうみたいな、自分が自分を嫌になるみたいなので結構引きこもったりした時もありましたね。そのタイミングでちょっと内定式も来てしまって、結局欠席するですね。その時内定式受けたのは私ともう一人2名いたんですけど、その人は内定式行ってて、私だけ行かないみたいな、あいつは本当に来るんだろうかみたいな結構噂されてたっぽくて、私はその会社入る直前まで悩んで、行ってダメだったらやめようというふうに思って、うつっぽいような状態で
入社当日を迎えたのを今でも覚えてます。で、24歳の時ですね、その入った会社、新卒2年目で入った会社なんですけども、急に思い立って、これはですかね、あるご縁があって、その当時愛知に住んでいて、会社も愛知だったんですけども、東京に出張するタイミングがあって、でその時に、以前から会いたいなって思ってた方がいたので、その方にちょっと連絡をして、で会った時にですね、すごい楽しそうだなと、取り組みが楽しそうだなという、それはやってたのは、企業を応援するようなですかね、取り組みをやっている方で、その企業のなんですかね、取り組み自体に入れるのが、くしくもというか25歳までしか入れませんっていうふうに言われてて、私25までに起業したいと思ってたなっていうのと、その時ちょうど24歳で、あと1年で行けなくなると思ったら、これ行かなきゃみたいな、その勢いっていうのはですね、今もあるんですけど、思い立ったらもう行動しようみたいな感じで、愛知で出張が終わって愛知県戻ってきて、でもう戻ってきて早々ですね、上司にちょっと辞めたいですと、これでそう千葉なんですけどね、千葉の方にそういった取り組みしてる人がいて、どうしてもそこに行きたいんですというふうに言ってですね、で会社の取り決めでは1ヶ月前じゃないと辞められないんですけども、無理言って2週間で早めてもらって早々に行ったという、これも本当に勢いですね。勢いと本当に気分が盛り上がった時のパワーみたいなのはすごいなって自分でも振り返って思いますけど、本当一人暮らしもしたことなかったのに勢いで愛知から飛び出して千葉に行って、でそこででも半年ぐらいですかね、自営業をやったんですけど、半年後には体調不良で潰れちゃうみたいな。その独立してちょうど半年前ぐらいかな、自分でやってた取り組みが結構評価されて、それに関しての本を出しませんかみたいな話があって、でその本を出すためにですね、もう日々夜通し、またこれも夜通し作業して、もう出し終わったっていう時にもうなんですかね、燃え尽きたじゃないですけど、その本が世の中に広まるのが逆に怖くなっちゃって、すごい急に自信がなくなって、うつが重なったっていうのもあるんですけど、その自信がない取り組みが世の中に広まるのが怖い、嫌だみたいな感じにすごいなって、もう引きこもっちゃって、でもうそこではなんですかね、逃げるように千葉から地元に愛知に戻った記憶がありますね。で後日談というか、嫌だな、広まってほしくないなっていう念が通じたか分かんないですけど、その出版社がですね倒産しまして、で私の本がそれ以上広まることはなかったので、結果良かったなと思ってますっていうところですかね。で27歳の時ですね、これは、なので先ほど言った千葉でその取り組み企業自営をして、でそれがダメで地元戻ってきて、2年ぐらい、2年も勤めてないですかね、ウェブの制作会社で勤めて、そこでもやっぱり浮き沈みがあってうまくいかなくて辞めてしまって、でまたご縁でですね、これもまた勢いで東京に出てきて、前職に当たりますけども、福祉の会社に入って、そこでウェブの担当をずっとやっていて、でその時もですねウェブメディアを立ち上げようという話があって、それのリーダーとしてやっていてですね、そのプレッシャーもすごい大きかったので、土日も問わずですねやらなきゃっていう気持ちでやってましたね。だから立ち上げてオープンまでにはこぎつけたんですけども、その後にそのアクセス数とかやっぱ数字で現れてしまうので、そこであまり結果がね、自分もすごい焦ってしまった部分もあるんですけど、短期間でここまで行きますって言ってた目標に全然届かなくて、これはまずいみたいな、で私もまた鬱っぽくなってしまうと、取り組みにも自信がなくなってしまって、でそのまま休職して、で、退職に至ったっていう流れがありますね。なので結構20代は両極端のエピソード、出来事
が本当にたくさんあった時期かなと思います。なのですごい起伏が激しかったですね。本当に思い詰めた時には本当になんですかね、一番最悪な事態っていうのも自分考えたり、実際の話、それを行動に移してうまくいかなかった失敗したから今があるんですけども、そういったところを経てですね、本当に双極の波っていうのがあったなと思います。で、第2期ですね、背伸びっていうのがあってですね、29歳からの話になりますね。ここからはですね、今の職場にも紐づいてくるんですけども、前職のですね、上司にあたる方、上司がですね、今の会社を立ち上げたんですけども、その時に前職のつながりもあって、うちのサービス受けてみないかって言われたのが、その復職の支援ですね。うつとか双極性障害とかそういったメンタル疾患の方が、会社を辞めている、休職している、もしくは会社を休んでいるっていう方を対象にして社会に復帰するトレーニングっていうのを、提供するセンターを作るから、それを受けてみないかというふうに言われたんですね。で、それは福祉の取り組みであって、で実際前職もですね福祉の会社にいたんですけど、私はどちらかというとその福祉のサービスを提供する側の、しかもウェブの担当っていう形で支援とは全然遠い位置にいましたし、自分自身がその福祉の制度を受けるとかそういったところは全然考えてなかったんですね。なのでご縁で、その信用できる方が受けてみたらって言うんだったら受けてみようかなっていう形で受けました。で、一番取り組んだことでいけば、その病気双極性障害っていうのがどういったものかっていうのを一から勉強したっていうのもあるんですけども、その対処の一つとしてやっぱその軽装の状態を抑えるっていうことがね、その20代で言えば本当に上がってきて、あの当時で言えば本当元気で調子がいいって思ってたあの状態を、あれは症状として出ている部分もあるから抑えましょうと。なんで活動を抑えるとか、こうしたいって思ったとしてもちょっとそれをストップさせるとか、そういった取り組みを結構徹底的にやりましたね。でやった結果、実際このトレーニング中も、トレーニング始めた時に結構新しい環境に行くと刺激を受けるので、それで軽装っぽくなったんですけども、その軽装っぽい時を結果的にですけど、うまく活用して、その利用中にどうその軽装っぽい状態を抑えるかっていうのをやったら、その後に大体私20代はずっと軽装着たらうつっていうのを繰り返してたんですけど、そのうつの落ち込みが全然早く短期間に、浮き上がることができて、これやっぱり元気だって過去思ってたところをセーブすることで、長い目で見て自分の体調を整えることができるんだなっていうのは実感できましたね。はい、なのでこの持ち直しが、ここの時期になりますけどね、大きく落ち込んだ後に持ち直したっていうところが短期になったと。で、ただですね、そこからそのトレーニングを終えた後に、スタッフとしてなってみないかと、支援者になってみないかっていうふうに言われて、そのピアサポーターっていう取り組みでもあるんですけども、当事者の方が支援側に回って、当事者の方の感覚も分かりつつ、支援の視点で関わっていくっていうような立場で、仕事をしてみないかっていうふうな提案を受けて、私としてはそれまで仕事を転々としていて、声かけてもらえたご縁もあるし、一回やってみようと思ってチャレンジしました。で、やっぱり最初は抑えるっていうのが大事だったので、転職するとね大体気分上がっちゃうので、今の会社は特に、働き始め1年はもう定時で帰ると、定時以降やらないっていうことが結果自分の仕事の寿命を長くするだろうと思ってやってました。で1年経って、ある程度ですねそれが続いて、体調もそんなに大きく崩すことなかったんですけど、ちょっとふと頭によぎったことですね、もうチャレンジってできないのかなみたいな風によぎったんですね。でチャレンジっていうワードっていうのは結構私の中で大事にしてたなと思って、
て、やっぱり何かやりたいって思った時に、何かやりたいって思うことって大体自分が経験してないこととか、人が誰も手をつけてないこととか、そういったものをやってみたいって思う衝動って昔からあって、でもそれを抑えようっていうような意味合いにも捉えられるわけですよね。その軽装を抑えるっていうのは結構軽装と私のチャレンジって紐づいていた部分もあったので、じゃあ軽装を抑えるイコールなんかやりたいっていう思いも全部抑えないといけないのかなっていうふうに思ったんですね。で、私の中でやっぱりチャレンジっていうワードは結構働く上で大事にしていたものでもあるので、体調崩さずチャレンジっていう新しい自分の中のテーマを置きました。これは働く上での自分のテーマですかね。なので、過去のチャレンジを見直すと、どちらかというとなんか無謀なものというか、足元を見ない、だからなんですかね、リスクを考えないでとりあえずやりたいからやるみたいな、ジャンプする、もう足が地面から離れて、もう次着地できるか、無事に着地できるかどうかわからないっていう状況から、地に足ついた状態だけどちょっと手は伸ばすみたいな、だから何かあればまた足戻せる位置がね、だから自分の今いる位置にちゃんと戻れるんだけど、でもちょっと背伸ばして手伸ばしてみたいなところですかね。そういったチャレンジをちょっとやってみようというふうに思いました。で、ステップを結構小刻みにですね、踏んでやっていったんですね。最初は資格をチャレンジしようと、その専門職に福祉の、支援の仕事についていて、今までそういった現場にいなかったので、やっぱり勉強していく必要があるし、産業カウンセラーって資格があるんですけども、それを平日の夜間ですかね、仕事の後にやる。今までだったらそれはセーブしていたところだけども、ちょっとその夜間、その週1回であればできるんじゃないかみたいなので手を伸ばしたりとか、あと社内のですねプロジェクトにちょっと手を挙げてみたりとかで、それぞれの取り組みの中でもちょっと間に小さなステップも入れるって書いてあるんですけども、大きいステップがあってそれをガンっていくっていうよりは、例えばその社内のプロジェクトを一つとっても頻度をちょっとなんですかね、やりたい気持ちとしては毎週ミーティングしたいけど、頻度を各週にするとか月1にするとか、そういった無理のない範囲でのステップも入れつつ、そうですかね、チャレンジをやってきたっていうですかね。で、何年かやってって、34歳ぐらいまではですね、その自分が設定したものに対してそれが届く。でその時にも軽装、ちょっとなったとしてもその症状で抑えて大きく鬱にならないっていうような状態を繰り返してうまくいってたんですけども、でもそれはうまくいき続けるわけもなくですね、やっぱりその設定だから、34歳の時に会社の中で新規事業やりたいっていうふうに手を挙げて2年ぐらいですかね、準備してやっていったんですけども、やっぱり予想通りにはですねいかず、採算的に難しいということで、頓挫せざるを得ない状況になりました。でこの時はかなり落ち込みましたね。なのでちょっと病気のね受診の話とかは全然具体的にしてなかったんですけども、今の会社入って1年ちょっと経ってからですね、もう受診はしてなかったんですね。体調は落ち着いてたし、薬がなくてもいけるだろうっていうようなどっか過信もあって、なんか4年5年ぐらい受診せずに、それでもずっとやってきたんですけども、新規事業立ち上げうまくいかなかったっていう時に大きく落ち込んでですね、で本当に何年かぶりにやっぱ起死燃料が現れて、でその時には本当子供も生まれていて家族もいる状態だったので、これは本当にまずいと、これはちょっと改めて受診しないといけないなっていうので、そこで改めて受診してですね、薬を服薬を再開しました。でそういう出来事もあったし、子供も生まれて、やっぱ共働きでもあるので、基本も定時で帰宅する、定時で帰宅して家のことをやるっていうような日々の中で、なんか自分の中でテーマに合ったチャレンジするっていうのも結構大きく
崩したというかうまくいかなかったっていうこともあるし、時間の制約的にも難しいっていうのもあって、なんかもう潮時かなってちょっと思った部分もありますね。今の会社に居続けることがいいのか、自分のね働くテーマの中にチャレンジがあるとしたら、今の会社でこの制約の中でなんかチャレンジっていうのはそもそも難しいんじゃないか、自分がやることももうやり尽くしたのかもしれないってちょっと思ってですね、辞めるっていう選択肢も頭をよぎりましたね。ただですね、その時ちょうどたまたまですね、代表と、話を、会社の代表とですね1対1で話をする時があって、実際、本当にもう本音で話しましたね。こういう状態でなんかもうなんかやる気力も湧かないし、なんかどうしようみたいな、どうしたらいいか悩んでますっていうような話をしました。そしたらですね、双極性障害の、当事者としての松さんを発信してみたらどうだろうかと、失敗したと感じた経験も全て価値になるんじゃないかっていうふうに言ってもらったんですね。で唐突にね、あなたのこと発信したらっていう背景としては、もともと私この会社に入る前職からですね、広報の仕事をしていて、今の会社も今は離れてるんですけども、入社して早々はずっと広報を担当してたんですね。で広報担当であり、兼、私当事者ですっていうのも広報のインタビューがあった時には答えたりしていたんですけども、その程度の範囲での発信をしてたんですけども、もっと広く私の体験自体を伝えていったらいいんじゃないかと。なかなかですね、名前出したり名前と顔を出してで双極性障害の当事者ですっていうような形で、しかも会社員として発信できる環境っていうのはなかなかないかなと。会社の、代表からやってみてもいいよって言われる環境もないかなっていうのと、やっぱそんな働きながら自分もしんどかった部分があるので、それしんどいながらもこうやってきましたっていうことをお伝えすることは、誰かの何かヒントになったらいいなと、なれるんだったら嬉しいなっていうところから、じゃあちょっとやってみようかなということで、いろいろ発信の活動を始めました。なので時間の制約があったからこそ、活用したのはウェブですね。で特にツイッターを活用して、ツイッターの中で、名前と顔を出して、で双極の当事者ですと、で働いていますと、でこういうことを考えて日々やってますとか、あとはもうほんと赤裸々にですね、今もう軽装っぽいですとか、今鬱っぽくなってます、でも働いているわけですから、その鬱っぽい中でもこうやって働いてますよとか、軽装だけどこういう注意受けてこうセーブしてますよとか、そういったことを結構発信したらですね、関心持っていただく方がたくさんいらっしゃって、今1万1000ですかね、フォローいただいていたりしますし、あとツイッターと合わせて関心持っていただ発信したのはノートですね。ブログにあたりますけども、私の、今日今話してるような自分史ですかね、双極性障害と私の働き方みたいなのを、それこそ4万字5万字ぐらい18回に分けてですね発信したんですね。でこれも本当に4万字5万字で本当読むの大変だとは思うんですけども、多くの方見ていただいて、でやっぱりトーク会っていうのは、これは当事者の方、双極性障害で働くっていうのに関心がある方のみを集めての会っていうのを、この写真にあるように当時は品川のセンターですかね、会社の職場を借りれたので、そこで来ていただいて話をする会をやったりとか、あと自分の体験を話す機会っていうのもいただけたので、そこ講演をしたり、本当に地道にですね、3年前2018年ぐらい、2018年初めから、こういった発信活動をしていきました。で個人活動をしてみて気づいたこととしては、これは最初から分かってはいた部分もあるんですけども、私
一人の働き方、実際双極性障害で働く方って何十万人いるって、まあその統計上ですけどいると言われていて、その中の一人の事例が正解だとはもちろん思わないですし、まあ、そういうような状態になるのも違うなと思っていて、まあ、もっと多様な生き方働き方っていうのを双極性障害の方に取材をして、必要とする人に届けられたらいいなっていうことであったり、あとはやっぱりですね、この活動、先ほどの活動も私の仕事の時間以外でやっているんですね。まあ、Twitter の発信もそうですし、そのトーク会も土曜日にやっていたりしますし、講演も土日にやってたりっていうで、それ別に仕事でもないわけで、でも仕事はフルでやっているってなると、結構体調的にもやっぱ1年2年してくると負荷も上がってきて、だからそれだけやっぱりなんですかね、要望もいっぱいいただくようになった時にそれが実現できないなっていうところの歯がゆさみたいなのも出てきて、なので、まあ、業務として本腰を入れて取り組む価値があると思うし、そうできるんじゃないかなというふうにちょっと気づいたというか思ったところですね。なので、まあ、この実際に提案したのは1年半前、2019年そうですね、2019年の末頃になりますけども、その2018年からの活動の実績とか反響とかを後ろ盾に、会社自体がですね、うつや双極性障害の方の社会復帰の支援をしている会社でもあります。で、取り組みとしてはその相互作用があるというような取り組みでもあるから、ぜひ会社の取り組みとしてやりたいというふうに私は提案しました。で、同時にですね、当事者の同僚も社内にいてですね、その事務の人というふうに発信上もお伝えしてますけども、名前は出さない形で活動してもらってますけども、その事務の人、彼もやっぱメンバーに加わったりとか、そういったところで心強い部分もありました。で、2021年3月30日にですね、その双極働くラボっていうような形でウェブメディアがオープンできました。で、やっぱりこの形になったっていうのは本当にありがたいですし、この YouTube チャンネルもですね、この働くラボの一つのコンテンツとして運営したりしてるんですけども、始まりはね、どうしても私の取り組みとか発信とかが主になっていきますが、ゆくゆく今もね、他の方の経験談とか載せてるんですけども、いろんな方の働き方、工夫などなどですね、載せていけたらいいなと思ってます。で、改めてチャレンジし続けること、体調を崩さずチャレンジするっていうところでいくと、体調をコントロールしながらこの双極働くラボっていうのを育てていくことが、現時点の回答ですかね。未来についてということで、双極働くラボのビジョンですね、働きたいと望む双極性障害の人が自分らしく働ける社会の実現と、こちらを、ぜひ実現したいなと思ってますね、気持ちとしては。で、双極性障害の方々、いろんな症状の方もいらっしゃいます。働けない方ももちろん多くてですね、だからこそ、病気として結構重いものだというところもありますので、みんながみんな働くことがいいとはもちろん思わないんですけども、現状としてですね、働きたいと思っても働けない状況というのもたくさんあるなと。私自身もやっぱり働いていく中で働き続ける難しさも感じましたし、そもそも働こうと思っても仕事自体、どうやって探していくか見つけていくかっていうところもそうですし、あとは双極性障害っていうのをね、オープンにすることで、障害者雇用であれば理解していただいたり、そこで、オープンにするのが前提だったりしますけども、一般の求人に対してそういう病気ですと、たとえね対処できてるっていうふうに言ったとしても、なかなかね難しい現状があるかなと思うと、やっぱりそういった働きたいと望む人が働く、しかもその自分らしい働き方ですかね、そういったものが実現できるようにいろんな取り組みができたらなと思ってます。あと息子の未来というのも書いていますけども、この双極働くラボという取り組みをするときに結構核として自分の中であったのが、
やっぱ息子自身がですねどうなっていくかっていうところですね。冒頭に私、父親が同じ病気かもしれない、これは可能性に過ぎないですけど、息子に関しても抑うつ性障害に、ならないとは限らないというか、実際成人した時にですね、私が悩んだ働くことに対していろいろ困った部分は同じく息子も抱えるかもしれない。そこに息子が育った時に、大きくなった時に働きやすい社会、そういう性障害だったとしても選べる、自分らしく働けるような状況が作れたらいいなという思いも持っております。はい、といったところでですね、私の自分史というところでは以上となります。はい、ご清聴ありがとうございました。東京働くラボの公式 LINE アカウントでは登録者限定の情報をお届けしています。YouTube ライブを使ったウェブメディア即興働くラボの企画会議など登録している方のみの企画をやってますので、よければ登録ください。またよければこちらのチャンネルの登録・高評価もお願いします。